始まりましたかね。あ、はい。それでは、始めさせていただきます。はい。今回はメイクルボックススーパーファストという名前で、発表させていただきます。システムマネジメントから来た伊藤浩一です。よろしくお願いします。で、私ですが、OS プログラマーとしてロボコップというプロダクトに、主に関わっております。で、ロボコップのサードパーティーとして、いくつか順もあるのですが、昨日、ロボコップミニテストってやつをちょっと記念リリースして、で、今日この後またロボコップレールズってやつを2日目の記念リリースちょっとしようかなと思ってます。で、日中は、エアシステムマネジメントでエンジニアリングマネージャーというものをやっております。ロボコップ自体は、ブルガリアのブジラルバスコフの方で開発しておりまして、で、ファーストコミットの方が、ちょうど10年前なんですね。なんで、ロボコップ10周年というところですね。で、私の方が、まあ、こちらの方で、コントリビューションのランキングの方は今のところ1位というところです。で、一応毎日開発の方は行っておりまして、ダウンロード数の方は、2億1000万とか、結構使われているかなと思っています。で、そういったロボコップのところなんですが、ロボコップ1の方が、いくらかリリースちょっと前にされて、今、ロボコップ2の方に向けて開発の方を進めているところですね。で、そのロボコップ2のところの、なんていうんでしょう、キャッチフレーズみたいなものに、Ruby2x2、ロボコップ 2x2 っていうところがありまして、Ruby3x3 みたいなところをちょっとなんていうんですかね、リスペクトしてるようなところなのですが、ロボコップ、Ruby3x3 の時にロボコップをちょっと早くしようっていうような活動があります。で、それが、どういったところかというと、開発体験の向上みたいなところっていうところが、やっぱり今求められているところは確かにありまして、ロボコップどういうところで使われるかと言いますと、例えば、ローカル、あとは CI サーバーですとか、あと、ここら辺が最近、よく聞くところとしては、エディターですとか、なんていうんでしょう、IDE とか、連携みたいなところっていうところが結構強く求められてきてるかなと思っております。で、あとフレーズとして、早くなって困る人は、いないっていうところがありまして、そこら辺のところちょっと一つ、どういったところを注力してやっていってるかというところで、4つ、一つの見方としてありまして、キャッシング、マルチコアとか、あとは、使ってないリクワイアを減らすですとかでもないですっていうところですね。で、キャッシングについては、ちょっと前、もう結構前から入っているところだと思うんですけど、一回解析したコード自体をまたすぐ解析何度もするとかよりは、キャッシュ、デフォルトだとこの、ホームのドットキャッシュのロボコップキャッシュってところに、保存してます。なので、2回目以降の解析は、そんな、時間かからないようにはなっているというところですね。開発者がメインですが、一応キャッシュフォルスにすることもできます。ですが、通常はキャッシュ有効デフォルトになっていると。あとは、プルリクエスト1万番でやったもので、もともとあったもので、パラレルオプションというものがあったのですが、マルチコア活かせるように、デフォルトで、マルチコアで動くようになってます。で、ロボコップ1.3に割と最近なのですが、こちらの方は、オートコレクションがこれまで並列で実行できなかったところが並列で実行されているようになりますので、ちょっと古いロボコップ使われている方をアップグレードしてさせると、オートコレクトの方も、パラレルで、実行されて速くなるかなと思います。どれぐらい速くなるのっていうところで言いますと、私のローカル担当のところですと、8コアのハイパースレッティングで16並列ぐらいとかで、だいたい6倍ぐらい速くなるので、なんか速く、こう結構早くなるかなと思ってます。また使われてないリクワイアとかはなるべく使わない方が早いので、そういうようにしたいなと思ってます。で、例えば、オンリーオプションという特定のコップだけしか実行しないという時あるのですが、今すべてのコップが、なんとデフォルトでロードされてしまうので、この辺遅いんですけど、手入れようと思うと、根幹のところ手入れなきゃいけなくて、そこら辺のところはちょっと今、まだちょっと先かなと思ってやってます。ちょっとサーバーモードのこの辺関わる話ですが。で、今回の肝ですが、ここのデーモンモードの話になります。ここのデーモンモードでどういう、デーモンとかサーバーモードですね。サーバーモードどういったところが、早くなったかって言いますと、このリクワイロボコップってやつが、ロボコップに関わるようなファイルを、とにかく、ほとんどロードして、めっちゃ重いところを、
このサーバーモードでしか使わない、リクワイアを用意して、それでだいぶ早くしたという。で、まあ、チャンピオンベンチっぽいんですけれども、だいたい850倍早くなるっていうところですね。なんで、もうグラフが、まあ、比較にならんみたいなところです。ところで、さっきの IDE ですとか、エディターとの統合のところでの、まあ、ストレスを減らそうかなっていうところの作戦になっています。っていうところの話を今日していこうかと思ってます。えっと、まあ、お品書きとなりますが、まあ、まずは、まあ、ロボコップの現在ですとか、まあ、過去どんなものだったっていうところをちょっと言いますと、このロボコップの中身として、エンドポイントの API にロボコップ CLI に run っていうものがありまして、で、これを実行するとロボコップ実行されます。で、ただこれを実行するために、さっき話した、リクワイアロボコップっていう重いやつをやらないといけなくて、まあ、これが重い。で、これは今、プロセス、ロボコップマンドを叩くと、プロセスがまあ起動されるのですが、まあ、別の、こう、また新しいロボコップやると、またゼロからこれを実行して、別プロセスでどんどん起動するっていうところで、まあ、PID のところも全部違って、まあ、毎回ゼロから実行されて重いっていうところですね。というところで、とにかくこのリクワイアロボコップが重いというところですね。で、これを、まあ、どう解決するかっていうところで、これロボコップ本体の前に、実はロボコップデーモンっていうところで解決が示されていました。っていうところが、この、すでに存在しているプロダクトですね。というところですが、このロボコップデーモンっていうものが、合ってるのかな、フォーツさんっていう方が作られたもので、すでに IDE との統合とかその辺とかで使われているってところで、なんか割と、こう、なんていうんでしょう。実践ですでに使われているものっていうところを取り込むってところで、ユースケースドリブンになるものかなと思っております。で、このロボコップデーモンを、まあ、はどういうふうにロボコップ自体を早くしてるかってところですが、あのなんていうんでしょう。さっきの、ロボコップコマンド叩いて、直に、こう、ロボコップ全体を動かすとかいうよりは、クライアントサーバーモデルの方みたいな形で作っておりますと。で、サーバーモジュールの方は、まあ、さっきの重いところのところで、リクワイアとかであらかじめモジュールをロードした状態にしておいて、で、そのすでに立ち上がっているものに対して、クライアントの方は、叩くというところで、毎回、モジュールを読み込み直しみたいなところを、すでに済むようにして、まあ、高速化しているというところですね。ロボコップデーモンの場合は、ロボコップデーモンのスタートというふうに実行すると、まあ、さっきから言う重いリクワイアロボコップ実行して、それを TCP の方で起動して、TCP サーバーとして起動して、まあ、デーモン化しますというところですね。で、これがもうすでに起動した状態の上で、TCP ソケットのところを使って、ロボコップデーモンという今度実行用のコマンドを叩いて実行しますと。なので、その次実行するところは、なんて言うんでしょう。すでに起動中の、プロセスに対して実行するため、まあ、高速化が図れるというところですね。なので、サーバーの方は、さっきみたいに PID がコロコロ変わっているのではなく、まあ、同じ PID で実行されているというところが、人類っていうところは、やっぱり、不便だと思うところはどうにか手を入れたいと思うようなところがありまして、まあ、ロボコップデーモン自体にロボコップデーモンラッパーっていうものを置いていると。で、これどういったものかというと、ロボコップデーモンラッパーっていうのはシェルスクリプトで、1枚のシェルスクリプトの中で、もしもロボコップがサーバーまだ起動してなかったら起動して、で、それに対して実行するっていうところで、まあ、1コマンドで、サーバーの起動、もしもサーバー起動してなければサーバーの起動、それと解析っていうところを実行するみたいなことをやっております。で、まあ、それを、まあ、実行パスの方に入れて、さらに、ロボコップのエイリアス、ロボコップ自体が、まあ、こういった動きをするようにみたいなことをやってるたりとかするみたいです。っていうところが、まあ、すでに存在しているというところで、まあ、こういったアプローチは、非常にロボコップでも有用ではっていうところがありますと。で、これもすでに、ロボコップデーモン、統合すると良いのではみたいなやつは、GitHub ディスカッションですとか、このディスカッション以前とかにも話されていたところで、で、私も去年よりもっと前から、あるいはあったんですけれども、なかなかこう、いろいろ設計とかどうしようかなっていうところが、こう考えるところがいろいろありまして、ちょっと手が動いてなかったところがありますと。で、今回は、なんて言うんでしょう。
もう完全に Ruby 会議ドリブンで開発したところで、実はですね、なんか、切りのいい番号のプリリクエストとかで出す目玉にしたかったんですけど、それ待ってたら、ちょっとなんか、こう、Ruby 会議終わってしまってるので、今回そこら辺のところはもう諦めて、まあ、この10706っていう、なんかこう、中途半端な数字になってしまいましたが、プリリクエストを出して実装します。なので、もう皆さんの手元でも一応使えるものになっています。で、これ、どういうふうに統合したかっていうところと、この、ロボコップにハイフンハイフンサーバーオプションを足しました。で、このハイフンハイフンサーバーで実行しますと、まあ、こんな感じで、プロセスが立ち上がりまして、で、次の解析まで実行します。で、次の実行をすると、PID 変わらないまま、つまりサーバーが起動したままの状態で、まあ、再度実行できるというところの高速化を図るというところですね。で、このサーバーモードにあたって、これまでのロボコップにあったロボコップ CLI New Run というエンドポイント以外に、ロボコップサーバー CLI New Run というサーバーモード用のところを用意してます。で、それぞれのところで必要とするリクワイアのところで、従来のところは、依然としてリクワイアロボコップっていうところの重いものが必要なのですが、今回のサーバーモードに関しては、リクワイアロボコップサーバーっていう、サーバーモードに必要なものだけにすごい軽量化したものを用意したので、それによって、高速化を一つリクエアのところでも無駄なものをロードしないっていうところを図っております。というところでの850倍というところの数字になります。で、その850倍というところなのですが、まあどうやるっていうと、まあベンチで取ったところ、こんな感じですね。上と下で、ベンチマーク全部使ったところで測ったところは、なんていうか、もう桁が全然違うというところですね。で、中身なんですが、ロボコップコマンドを叩くと、中の実装としては exe ロボコップというファイルが実行されますと。で、こちらのところがこちら元々のところとして、まあ、なんていうの、重いロボコップをリクワイアして、で、CLI new run を実行するなんですが、サーバーモードのところですね、新しくこう、組み込んで作ったものなのですが、まず、軽量なリクワイアロボコップサーバーだけを、まあ、読み込むと。で、その後に、サーバーの起動とかに必要なものだけを実行して、その後サーバーがもしも起動してたら、こちらの、ちょっと、プライベート API っぽいものがちょっと出ててあれなんですが、ロボコップサーバークライアントコマンドエグゼクっていうところで解析を開始します。で、もしもサーバーが起動しなかった場合は、まあ従来通りの、まあリクエアロボコップしての解析っていうところで、まあちょっとこちらは遅いのですが、サーバーが起動しないときは従来のが選ばれるっていうようなところ。なので、サーバーモードで行った場合は、こちらの軽量な形で実行できるというような作りですね。はい。というところで、こういったところで、リクワイアのところで、なんでしょう、なるべく、こう、必要なリクワイアとか、リクワイアリアティブとかで、モジュールロードをあらかじめしておいて、まあ、メモリに載せておくというところ。で、クライアントの方は、そこのすでにモジュールロード済みのプロセスにアクセスするところで高速化するというところを実現します。というところは、今までのところは、すでに実装し、選んだものの話なのですが、まあ、角谷さんがコードにしたものとコードにしなかったことはプログラミングってところで、コードにしなかったところ、つまり、コードに落とせなかった設計とか、その辺のところも含めて、どうしてこういう作りにしたかってところを少し、こう、付け加えようかなと思います。ところで、これは主にコマンドライン API のところで、ボイチラルの方からもちょっと提案のあったものですが、ロボコップハイフンハイフンサーバーじゃなくて、ロボサーバーという別コマンドにするといいのではみたいな話があったんですね。ただ、私はちょっとなんかそっちはちょっとあまり選ばないようにしようかなと思ったんですよ。なんて言うんでしょうね。こう、設計とかが、ロボコップハイフンサーバーにすると、例えばポート指定とかを、まあ、ドッカーとか使うような人とかで欲しくなるらしいんですけど、するときに、サブオプション、なんと、オプションとして、なんか用意しやすいっていうところがあったりするんですよね。で、まあ、こういった、なんか、クライアントのところをちょっと別コマンドにみたいなところ、Emacs クライアントみたいな形で、まあ、ルーレあるものの、なんていうの、そのロボコップデーモンとか使ってる人たち、多分ロボコップのままうまいことを早くしたいっていうような考えがあるんじゃないかなと思ってまして、ちょっとそこのコマンド
を新たに用意するようなものというところをあまり作りたくなかったっていうところはあります。で、私自身 Emacs 使ってるんですが、Emacs のやつとかも、Emacs が起動してなかったら Emacs サーバー起動して、立ち上げるみたいな作りとか、で、すでに起動してから、Emacs すでに立ち上がってるサーバーにつなげるみたいなところありまして、自分自身のその使い勝手からの経験からも、あまりこう別オプション、別コマンドを有するよりは、新たにオプションを足す方がいいのではみたいなところがありまして、ここマトリックスになるんですが、左側のところが Robocop デーモンにもともと存在したコマンドで、右側が Robocop に今回、足したものですね。で、一つ一つはまた、この後話していくのですが、こういった形で一行をしました。で、このオプション、どういったものがあるかと言いますと、ノンサーバーオプションというのがまずデフォルトの振る舞いです。これは従来のロボコップと同じですね。モジュールを事前にロードとかそういうことはしないです。なので互換性が過去のものとあります。ただ、やっぱり遅いです。で、今回出したのがこのハイフンハイフンサーバーというものですね。で、これはもしもサーバー起動しなかったら、サーバー起動してから、ロボコップの方を実行するようになってます。で、これ、ハイフンハイフンサーバーちょっと長いので、ちょっとショートエリアスかなんか作りたいんですけれども、すでにハイフン S とかっていうところが別のものに取られてしまってて、入れようとするとブレーキングチェンジが起きてしまうので、ちょっと困ってるところなので、今のところちょっとハイフンハイフンサーバーっていうところですね。というところで、このサーバープロセスのところは、サーバーオプションを使って実行すると、プロセスの方は、プロセス名が、ロボコップハイフンハイフンサーバーでディレクトリ名みたいな形で出るようになります。一律この名前です。なので、このディレクトリのところがロボコップサーバーを起動したところのディレクトリになります。で、どういうことかと言いますと、この、なんですかね、プロジェクトごと、リポジトリごとに、使いたいルールっていうところが変わってくるんですよね。ロボコップはあのルールをカスタムできるので。ところを、ちゃんとリポジトリごとにそのルールが適用された形でのプロセスがちゃんとサーバーが起動してるみたいなことをできるようにしております。ので、他のプロジェクトのルールが混ざるとかそういうことはないようになっています。で、別のオプションとしては、その、サーバーだともしかすると起動したいみたいなところがあるかもしれなくて、その時に、スタートサーバーっていうものを使います。で、僕ね、ちょっとさっきのポートのオプションどうする問題とかあったのですが、環境変数という形でちょっと逃げました。まあ、ポートを起動指定しての実行の方がおそらく機械として少ないだろうなと思って、ちょっとやや使い勝手の方を実践にした感じですが、一応そういった形で、なんか Docker とかで、なんかこういった指定とかできると嬉しいみたいなところが、ロボコップでも、ラッパーの方でも、あったので、なんかその辺のところを元にして入れたオプションです。まあ、それと、まあ、対極的なオプションとして、ストップサーバーというものがあります。で、ロボコップサーバー、ロボコップのサーバーモード自体が若干こう、まだ、エクスペリメンタルなところあるので、なんかこう、不安定な動きとかあったら、まあ、このあたりとか実行してもらえればなと思います。どういった時に不安定になりそうかっていうと、ジェムのアップデートした時ですとか、なんかちょっと変わった構成の変え方とかした時とかにもしかすると起きるかもしれないです。で、大体の場合は、停止したら起動もしてでしょうっていうところで、合わせて実行できるリスタートサーバーの方も用意してます。で、もしかするとバンドのアップデートして、なんか、おかしな動きをしてるみたいな時とかあった時に、これを使うと良いと思います。あとは、サーバーがそもそも起動してるかどうかですとかっていうところは、サーバーステータスで見ることができます。こちらを実行すると、実際、ロボコップサーバーが、どんなプロセス ID、ペアリーで実行してるかっていうところも見れます。で、これのサーバー起動してるかどうかなのですが、他にも方法がありまして、ロボコップ -largev を実行しても出るようにしました。サーバーモードを使ってると、そこにプラスサーバーっていう文字列が付与されます。これは、Ruby の方で YJIT をデフォルトで向こうで有効にすれば、プラス YJIT っていう風に出るようになってまして、まあ、これを、まあ、こう、真似たような作りですね。で、あとこれ入れたのが、バグレポートとかもらうときとかに、このロボコップ -largev の結果をもらうのですが、これでサーバーモードどれぐらい実際使われてるんだろうみたいなところとかを見ることもできるっていうところは、もしかして、こう、役立つことがあるかもなと思って出したっていうところですね。で、
従来通りのロボコップの、なんでしょう、サーバー、今まで紹介したサーバーオプションを使わなかった場合はどういう挙動っていうと、サーバーがもしも起動しなかったら、従来通りのサーバープロセスなしの実行。で、もしもサーバープロセスが起動してたら、そちらのサーバーモードでの実行という形になります。で、注意点、繰り返しになるのですが、もしもなんか期待しない動きとかあったら、ロボコップのリスタートサーバーコマンドを実行してください。で、その上で、もしもよろしければ、ロボコップリポジトリの方に、一応開いてください。ところですね。で、最後になりますが、こういったサーバーとプロセスとキャッシュファイルのところの作りをどういうふうになっているかってところを話します。で、こっちのサーバーモードのところは TCP/IP で今のところやり取りをやってます。で、その TCP/IP の接続先のプロセスとかどういうふうにやってるのっていうと、最初話したキャッシュのところに用意したディレクトリが変わってきます。で、まずは、サーバーを起動すると、プロセスが立ち上がって、で、その PID ですとか、ポートですとか、あとはロボコップのバージョンですとか、そういったものっていうところを、そこのキャッシュのところに書き込みに行くようにしてます。で、その次実行するそのロボコップハイサーバーですとか、オプションなしのやつは、すでに起動済みのものがあるかどうかっていうところを見に行って、で、もしも起動してたら、そこを元に、サーバーの方をアクセスして実行するみたいな作りになってます。デフォルトでは、ここのチルダの、スラドットキャッシュディレクトリのところが関わっており、で、なんていうのね、加えると、このバージョンっていうところが一個肝にもなっていまして、その、ロボコップをアップグレードすると、ソースコード自体が変わってるところとかいろいろあるのですが、そこのところってどうしてもやっぱりそこは再起動しないとダメで、そこは、ここのキャッシュにあるバージョンの方と、異なるバージョンでバンドルアップデートされたものが来た場合は、自動でリスタートかかるようには一応しておりますというところです。で、ところで、こういったサーバーモード作りましたが、一応今のところまだデフォルトにはちょっとしないつもりで、やっぱ若干エクスペリメンタルなところがあるっていうところがありますっていうところが主なところです。っていうところですね。で、一応、なんていうんですかね、ここのサーバーモード、今後どういったところっていうところが一個あるのが、サードパーティーの、ロボコップパフォーマンスとか、ロボコップレールズとかをアップグレードしたところ、今、オートリロードかからないんで、その辺は勝てるようにしたいな、ですとか、あとは、今 TCP で、アクセスしてるのですが、多分、Unix ドメインスケートを使った方が、早いと思うんですよ。ただ、前ちょっとやってベンチ取ったところ、全然あんま早くならなかったので、ちょっともうちょっとそのあたりをちょっと調査して実行するかなと思ってます。というところ。あとは、先ほど話したショートエリアスはなんか作りたいなと思っているところと、今、プルリクエスト来てるんですが、JRuby でも動くようにしてくれようとしてくれてる人がいて、今ちょっと CI 通ってないのでマージしたのですが、そちらの方も今後のところになってます。で、あとは、エクスペリメンタルなので、ちょっとおすすめはしないんですが、私も最近まで知らなかったんですが、ロボコップ自体、実行ディレクトリのところにドットロボコップファイルとかあったりですとか、あとロボコップオプスとかいう環境変数とかで、デフォルトの引数を、なんかコマンドライン引数を指定できるっていう機能がありまして、昨晩、そういったドットロボコップファイルとかにハイフンサーバーっていうところなものを書いておくと、デフォルトでサーバーモードで起動するみたいなプルリクエストを出しておきましたので、もしもマージされてリリースされたら、そういった形でデフォルトでのサーバーモードということは実現可能にはなる予定ですというところですね。で、私の話以上になるんですが、主にいろいろ話しましたが、持ち帰っていただきたいところとしては、この2つのオプションを覚えてもらえるといいかなと思っております。1個は、ロボコップハイフンサーバーで、これ使うと、ロボコップ、結構早くなるかなと思います。とりわけ、2回目以降のところの方が、すでに、読み込んでいる、モジュールとかの再利用みたいな形になるので、早くなっていくかなと思います。で、まだちょっと若干不安定な動きとかあると思いますので、そういった時はリスタートサーバーコマンドをお使いくださいというところで、ロボコップの方も、いろいろな、ユースケースですとか、そういったところとか元に、どんどん改善していっておりますので、また今後にご期待ください。以上となります。ご清聴ありがとうございました。